まさか、君のラケットは？はい。これですが。やりますね。ピリアルさんの開封コーナー。すげえ久しぶりの仮面ライダーですね。衝動アウトサイダー、仮面ライダー3、全6種類、1箱、10個入り。ラインナップは、デルタ、ゴカドルバ、キックホッパー、パンチホッパー、ジャーク将軍、そしてエキストラパーツ。エキストラパーツ別売りとかマジ汚い、かっこ賢い。じゃあ、行きますか。よし、じゃあデルタから。あ、そういえば、食玩でしたね。おう、今回は、ガム、ラムネガム。仮面ライダーデルタです。めっちゃかっこいいっすね。このブリーフケースは拡張パーツに入ってたやつですね。デルタはなんかいろんな人が変身するイメージがあったんで、調べてみたら、変身者は全部で10人もいたらしいですね。でも一番印象的なのはやっぱ北崎ですよね。ゴガドルバ。クーガに出てくる敵ですね。グロンギーの中ではかなり強い方だったような気がしますね。これが拡張パーツに入ってた武器なんですけど、確かクーガのフォームを真似ることができて、そのフォームの武器全部拡張パーツの中に入ってるんですけど、最終的にはアメイジングマイティに倒されたような気がします。間違ってたらすいません。地獄兄弟の片割れ、キックホッパー。地獄兄弟の弟、パンチホッパー。そして個人的なメインイベント、仮面ライダー、キックホッパーとパンチホッパー。二人とも元ザビーさん。影山矢車だったような気がしますね。先輩後輩。二人ともクロックアップ使えるんですけど、調べたら作中では使ってないですね。もう使った記憶もなかったんで使えないと思ってたんですけど、使えるらしいんですけど、彼らが出てきたあたりではもうクロックアップはほとんど使わなかったことにはされてないですけど、最後ね、なんかあんま使わなかったよね。あと、ディケードの映画でなんかこの二人雑魚扱いされてるのめっちゃ切れそうになりましたね。そしてジャーク将軍。あ、ラムネガム食いすぎた。ブラック RX のビッグボスみたいな。ラスボスだったかな、ちょっと覚えてないですね。久しく見てないんで。全部見たのが小学生の時で、12年ぐらい前に仮面ライダーブラックとブラック RX をぶっ通して全部見返してたんですけど、ブラックを見終わったあたりからちょっと疲れ出して、ブラックもブラック RX も見たことある人だったらわかるんですけど、結構単調なんですよね。1話1話結構似てて、最後ら辺になると、こう、ストーリーに進展があるんですけど、それまで結構同じような感じで、ちょっと飽きちゃって、シャドウムーンの回まで飛ばしたりしてて、全部見なかったと思いますね。このフィギュア、思ったんですけど、オールドケナーのダース・ベイダーにちょっと似てますね。でもやっぱ、ブラック RX はシャドウムーンの方が印象的でしたね。ということで、シャドウムーンも買いました。シャドウムーンパーツ、王者シャドウムーンとパーツいきますか。おい。シャドウムーンマジかっこいいですね。足のやつもぼやけて見えないんですけど、ちゃんとついてますね。歩くたびに音がする。まあなんか、フリーザーみたいな。それか、ドラえもん。なんかかっこよくなくなるな、それと比べると。シャドウムーンは仮面ライダーシリーズ最もかっこいい敵ライダーだと思います、個人的に。で今後、シャドウムーンを超える敵ライダー登場しないと思うんですよね。こんなかっこいいの。まあ皆さんの一番好きな敵ライダーは誰ですか？ぜひ教えてください。そして最後は王者くん。ほほほほほ。仮面ライダー王者。シャドウムーンといい線いってると思いますけど、シャドウムーンの次にかっこいい敵ライダーだと思いますね。アンチヒーローライダーって呼びたいところなんですけど、変身者の、なんだっけ、朝倉、確か凶悪殺人犯だからもう完全に悪ですよね。
変身者の朝倉のキャラも、この王者の見た目も中二病心を本当にくすぐりますね。全員並べてみたんですけど、食玩にしてはもう、出来良すぎですよね、これ。仮面ライダーファンにはめちゃくちゃおすすめします。衝動アウトサイダー。Hey yo! 仮面ライダー3でした。皆さん、こういう動画がもっと見たかったらぜひ高評価お願いします。皆さん、どの仮面ライダーが一番かっこいいと思いましたか？ぜひ教えてください。じゃあ。ブレスレットを振るとベルトが反応、光る、回る、君のアクションでベルトを回せ。デラックスライダー変身ベルト。